皆さんこんにちは、フジロクです。今回はマルチグレイン食パンを作っていきましょう。今回の強力粉はふわふわ食パン用のこちらを使用しました。とっても膨らんで美味しいのでぜひ使ってみてください。そしてこちらがマルチグレイン焙煎5穀というものになります。オーツ麦、ごま、大豆、ひまわりの種など焙煎したのがこちらです。とっても香ばしくて美味しいパンに仕上がります。今回はホームベーカリーで生地をこねていきたいと思います。手ごねで作りたい場合は動画の下の概要欄に手ごねで作る方法をリンクで貼っておきますので、そちらをご覧ください。ホームベーカリーの中に強力粉、マルチグレイン焙煎5穀、そして砂糖、塩、イースト、蜂蜜、お水を入れていきましょう。すべての材料が入ったらホームベーカリーでこねていきます。生地がまとまればボウルに取り出していきましょう。ホームベーカリーのまま発酵させても大丈夫なのですが、発酵できたかどうかのチェックをするときはこのように生地が丸い方が発酵のチェックがしやすいので、なるべくボウルに出して発酵させるようにしてください。40度で40分一次発酵していきましょう。だいたい2倍ぐらいの大きさになれば一次発酵が完了です。それでは生地がちゃんと発酵できたかどうかチェックをしていきましょう。人差し指にたっぷり強力粉をつけて生地の真ん中に穴を開けてみましょう。その穴が閉じずにしっかり開いた状態で残っていれば生地がきちんと発酵できたという証拠になります。もし穴が閉じるようであれば発酵できていないので、もう少し待つようにしてください。発酵のチェックが終わったらこのように軽くパンチをしてガスを抜いていきましょう。しっかりガスが抜けてから台の上に取り出していきます。生地を台に取り出したら少しだけ強力粉をまぶしておきましょう。というのも今回の生地少しベタベタします。成形が難しいので軽くで構いません。打ち粉をしておきましょう。続いて生地を分割していきましょう。今回は2分割になります。総量を測ってその総量割る2をして生地を丸め直ししていきます。生地の分割ができたら続いて丸め直しをしていきましょう。丸め直しというのは必ず生地がピンと張った状態になるまでしっかり丸めてください。シワが残っていると次の成形に影響することがあります。必ずピンと張った状態になるまで丸め直しをしていきましょう。続いてベンチタイムです。ふわっとラップをかけて乾燥しないようにしておよそ15分から20分待ちましょう。このように生地が大きな場合はベンチタイムが長くなります。15分から20分ベンチタイムをさせてください。その間に型にバターを塗っておきましょう。スプレーオイルでも大丈夫ですが、私はバターをおすすめします。やはり焼き上がった時の香りが違うんですね。せっかく手作りするので美味しく仕上げたいですよね。ぜひ皆さん型にバターをたっぷり塗って焼いてみてください。それではベンチタイムが終わったので成形をしていきましょう。ベンチタイムをすることで生地が柔らかく伸びやすくなります。成形がしやすくなるんですね。必ずパンは丸め直しをしたらベンチタイム、そしてベンチタイムが終わってから成形するようにしてください。成形するときは必ず丸め直しをした閉じ目が上になるように生地を置いてください。そして綿棒でこのように十字に印をつけます。真ん中がこれでよくわかりますね。そして真ん中から上にまず伸ばしていきます。続いて真ん中から下、もう一度真ん中から上、そしてもう一度真ん中から下、合計4回伸ばしました。続いて真ん中から右左、真ん中から右左、上と下の部分を伸ばしていきましょう。こうして綺麗な長方形になります。できたらこちらを三つ折りしていきます。三つ折りするときに空気が入らないように空気を抜きながら三つ折りをしていきましょう。
最後は手のひらの一番分厚い部分を使ってしっかりと空気を抜いていきます。そして生地を手前から奥に向かってくるくると丸めていきましょう。生地を丸めたら最後は閉じ目の部分をしっかり指でつまんで閉じておきましょう。しっかり閉じておかないと生地が開いてしまいます。指でしっかり閉じて、これで成形が完成です。それではもう一度成形を見ていきましょう。先ほどとは違う解説をしていきます。少しコツがあるのでしっかりメモを取ってください。まずは十字に印をつけましょう。そして上下に綿棒を伸ばしていくのですが、この時に力を最後少しだけ止めて耳を残すようにしてみてください。手前と奥の部分少し分厚くなりましたね。その耳の部分を右左に伸ばすと、このように綺麗な長方形に仕上がります。そして三つ折りをしていくのですが、完璧な三つ折りではなく少し緩めの三つ折りになります。重ねた時のこの最後の部分が真ん中に来るぐらいですね。しっかり左に合わせるのではなくって、この最後の部分が真ん中ぐらいに来るのがちょうどいいです。続いて転がしていく作業ですが、この時に生地は引っ張りすぎないように、きつくならないように転がしていってください。今私が少し生地を持ち上げたのが分かりましたか？このように持ち上げながら台にくっつけたままじゃなくって、生地自体で巻いていくというのがポイントです。生地を台につけたまま転がすのではなくて、生地を浮かせながら巻くというのが一番きれいに巻くことができます。きつくなりすぎないように気をつけてください。それでは成形ができたので、型に生地を入れていきましょう。型に生地を入れるときは巻き目に注意してください。必ず真ん中に向かって巻いているように入れましょう。右向け右で両方同じ方向に向いた状態で生地を入れてしまうと、膨らみ方がアンバランスになってしまうことがあります。必ず真ん中に向かって巻いているように生地を入れてください。そしてふわっとラップをかけて二次発酵をしていきましょう。二次発酵は40度で30分です。二次発酵が終わったので、生地の高さを見ていきましょう。だいたい型より少し出るぐらいですね。これぐらいになれば二次発酵が完了しているので焼いていきましょう。200度でおよそ30分焼いていきます。オーブンで焼いている時に表面が焦げそうになった場合は、アルミホイルなどを入れて焦げないようにしてください。200度で30分焼けたのがこちらになります。焼けたらすぐに型から取り出すようにしてください。トントンと軽く落としていただいてもいいですし、このように下から側面から叩くだけでスルッと出ます。しっかりバターを塗っているとひっつかないので、型にはたっぷりバターを塗ってください。こちらでマルチグレイン食パンが完成です。今回使ったマルチグレイン焙煎五穀というのは香ばしくてとっても美味しい味に仕上がります。しかも見た目によらずふわふわで柔らかいんですね。なのでこのまま薄く切ってサンドイッチにするのをおすすめします。ぜひ皆さんマルチグレインで食パンを焼いてみてください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、ためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。